はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの星の動きの解説とタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。早速いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。節制、ペンタクス10の逆、ワンド6逆、ソード3逆、ワンド10逆、ジャスティス、ワンド2の逆、はい、気をつけることや対策がエンペラーの逆とペンタクス7とオラクルはストレングスの逆です。なるほど。今星で見るとですね、非常にこの2月18日以降というのは自分の社会とか自分の環境、自分が今置かれている状況の環境に光が当たってるよっていう時なんですね。ですので一般的には仕事運がいい時とか、外出しやすいとか、外に行く機会が増えやすいとかですね、なんかそういう外と関わることによってなんかいい波動とかいい空気感というものを感じられるよっていう時期になります。でさらに2月24日から火星がね逆行していたんですけれども順行に戻るので、ようやくなかなか進めたくても進められなかった事柄がようやく流れ出したなとか、解決に向かうなとか、自分がやりたいと思ったことをそのまま素直にできる状況になりやすいということです。これは2月24日以降やっとですね。少し前にね2月4日から木星も順行に戻って、やっと24日に火星も順行に戻ってということで、流れ始めるみたいな、そんな感じです。でさらに25日前後っていうのは非常になんかインスピレーションが湧きやすい感じがしますね。ビビッとくるっていうか、こうすればいいんだみたいなことをすごく感じる方も多いんじゃないかなと思うので、ぜひアンテナを張り巡らせて、何をその時に感じるかっていうのを、自分がどんなメッセージを受け取れるかなみたいな、ゲームのようにやってみると楽しいメッセージを受け取れるかもしれません。大きな気づきがあるかもしれません。そして2月28日が新月になります。でこの新月は魚座で起こるので、非常に感情的な解放とか癒しとか、優しいエネルギーとしてね、自分自身に活かせるんですね。なので例えばですけど、今社会運とか仕事運っていうものが照らされている中で、何かその感情的な癒しが起こるってなると、例えば苦手だった上司とか、ちょっと怖かった上司とか、そういう人との関係がまろやかになるとか、話が通じたとか、ちょっと和解できたみたいな、そういうのもあるかもしれませんし、自分が理想の世界を生きるためにはもっとこうしなければならないんだってみたいな、ちょっと硬いエネルギーで目標を掲げていたとしたら、もうちょっと緩やかでいいんだみたいな、もう少し自分を許していいんだとか、等身大でいいんだとか、なんかそんなことを思ってもいいし、自分が掲げた夢とかこうしたいなっていうことに対してあまりハードルを高く持ちすぎずに、やっていける、この感覚でやっていけるみたいな思いが生まれてくるかもしれません。火星もちょうど順行に戻ったので、何かお仕事をしていくとか、自分が稼いでいくって言った時に、その自分は義務を果たさなければっていうよりも、自分の感覚や感性や優しさによって仕事っていうのは成り立つよみたいな、そういうメッセージもあるかと思いました。この2月の後半ですね。これは星で見ると。そしてカードで見た時には入り口がやっぱ節制なので、非常になんか自分の専門性を使って仕事していきたいんだとか、自分にとっていい状態に自分を保ちたいんだっていう感じがすごくしましたね。もしかしたらそうできていると感じる時もあれば、できてないって思う時もあるのかもしれませんね。物事ね、陰陽ですから、すごくうまくいってる時はすごくいいけど、そうじゃない自分っていうのはどうしても否定しがちですよね。でももしかしたら全てがうまくいってるのかもしれない。できてないとか、まだまだだって自分で思ってるだけで、誰も双子座さんを責めてないっていうか、誰が自分を責めてるかって自分だったみたいな、そんな感じもあります。非常にこのカードで見ても、今星で見ても順調に流れ始めるみたいな時なので、非常にいいスタートを切れそうな感じがあります。でこういうカードが出てる時っていうのは、
特に星もそうですし、じゃあ2月18日から社会運が良くなったり自分の環境を照らされるんだったら、きっとそうなるみたいにね、なんかこうそう想像するというか、そう意図することによって実際そうできるっていうのもあるので、変に疑うというよりもシンプルに自分の運を信じてみるっていうのがいいのかもしれません。そしてこれまではちょっと飽和状態だったこととか、忙しすぎて幸せも感じられなかったとか、そういう方もちょっとずつそれがほぐれていって感じるのかもしれません。何かもしかしたらこの2月18日までの間にピークを迎えたんじゃないでしょうか。何かのピークを。もうこれ以上はできないとか、ここまでやったからもういいとか、なんかそういうのもあるかもしれません。ここでやっぱ10っていうのが出ていて、やはりもうマックスです。もうこれ以上私スケジュール入れられませんとか、これ以上私体力的に無理ですとか、なんかそういうここまでやったよっていう自分なりのなんかお知らせというか、基準というか、ここまでやったからもういいんだっていうなんか境界線みたいなのが見えた感じがするんですよね。でそれを自分でダメ出しして、自分はここまでしかできないとかっていうような感覚で捉えるかもしれませんが、それで十分なんですよみたいな、そこまでやりきれたって素晴らしいことなんですよみたいな感じがしました。でそう思って捉えてみた時に、物事ってそういや悪くないみたいな、こっちではダメだと思ったけどこっちでは十分生かされているとか、自分がこれまでやってきた行動や状況というものが非常にバランスよく回ってるっていうことに気がつくっていう感じで出てるんですね。でさらにじゃあここからどうしていくって時にちょっと明るい未来が見えるっていう感じがします。もちろんなんか人ってね、その状況にまだなってなくてもこうすればいいんだっていうの方法が分かったら明るくなるっていうのはあると思うんですけど、なんだか自分の未来に対して明るい希望が持てるって感じがするんですね。これは逆位置でも同じです。自分にとっては黄金の海が見えるというか、こうすればいい、これ自分がやってきたことっていうのもしっかり踏まえた上でですよ。これはね、やっぱりここまでマックスだって思うような何か自分のこう境界線みたいなものを感じた上で次の世界が見えてくる、こうしていこうみたいな世界が見えてくるって感じがあります。そしてちょっと気をつけてほしいのは、なんとなくですけどね、常にいつでも全力疾走しなくていいですからねっていう感じがしました。とても器用な方が多いですし、双子座さんは早くとか効率よくとかこうやっていかなくちゃって思うし、それがこう自分でも心地いいっていう風に感じる方多いと思うんですけれども、そんなに、効率よく全てをパーフェクトに全てを満タンに使わなくていいよっていう感じがしました。これはこうエンペラーの逆からそう感じたんですね。そして十分できているにもかかわらず、もうちょっとできたかもとかって思いそうだなと思ったので、これ十分できていますよっていうカードでもあるのでね、自分で自分を暴走させないようにちょっと注意かなって感じがしますね。これはもう本来はものすごい愛の力で無限の力を自分のためにも自分のために、そして世の中のためにもですけど使えるようなんですけど、どうやってその力をコントロールしていいかわからないって感じがあるんですね。なんか頑張りすぎたり、やってなかったらやってなかったで、それは十分休めてるっていうことなのに自分でやってないという烙印を自分に押しそうになったりっていう感じがして、物事って変化していくものだよねっていうことを前提に捉えてみてくださいね。でもバランス取ってやっていけますし、その価値っていうのも自分で分かるっていうふうに出ているので、そのまま未来を見ていってほしいっていう感じはあります。ただオラクルでやっぱりストレングスの逆が出てるっていうことは、もっとできるのにやってない自分みたいなことを感じやすいんじゃないかなと思うので、暴走しなくても大丈夫ですっていう感じで、もうすでに今あるものがもしかしたらパーフェクトかもしれないっていう意識で見てみてください。これを踏まえた上でのお仕事を見ていますね。今仕事運がある時ですからね。カップの10、ソードキング、カップクイーンということで、仕事運やっぱあります。何かしらのチャンスがあるんだと思うんですね。でこのチャンスすごく嬉しいことですよ。それやってみたかったんですっていうことかもしれないし、嬉しいことみたいです。お仕事を通してできることが。だけどそれに対して自分でちゃんとできてるのか、本当にこれで良かったのかみたいなことをすごく感じそうなので、ぜひぜひ楽しんでください。そして
仕事がうまくいくっていう状態って何をもって仕事がうまくいくと判断するかって言ったら、なんかね、お金を稼いでいるとか、できなかった仕事ができるようになったとか、何か立場が変わったとか、いろんな基準があると思うんです、人それぞれにね。なので今言われてる仕事としての恩恵は、喜んでくださいって感じなんですよね。嬉しくないですかみたいな感じがあるので、この仕事ができて嬉しいとか、こんなチャンスが来たとか、何かその仕事や職場利益を上げるっていうことだけじゃなく、その中での繰り広げられている人間関係かもしれませんが、何か一つの達成、これもまた10なんですよね。10、10、10っていう感じで出ているので、何かここまで自分が一生懸命やったからこそ到達した地点っていうものがあり、それが仕事を通しての喜びになってませんかって。一つ達成してるのに、いやまだまだできるとか、いやこれを維持しなければみたいな、急に義務感とかね、なんかそういうのに切り替わりそうなんですけど、喜んでください、喜ぶ価値がありますって感じで言われてます。で、人間関係も見てみますね。人間関係、カップ9、カップ4、ワンドエースということで、人間関係もご自身が考えている以上に、想定以上に喜びがあるって感じで言われてますよ。だけれどもなんだかまたね、また似たような感じで、でもその喜びに浸りきるまでにまた至らないところを探してみるみたいな感じで、もっとこうできたんじゃないかとか、もっとこうすればよかったんじゃないかって、あんまりこれは期待してなかったから喜ばしいだけで、他のことに期待したらその期待通りにならないかもしれないから、あんまり期待はしないでおこうみたいな感じもあるかもしれませんし、ただ言われてるのは、人間関係今恵まれてませんかっていうメッセージなんですね。さっきの仕事も今恵まれてませんかなんですけど、人間関係も恵まれてませんかっていうメッセージが来ています。実際に星で見ても社交性がある時なんですね。今社会運がある時っていうのは社交性がある時なので、自分が社会と関わる、人と関わるチャンスたくさんありませんかみたいな。でそれってすごく恵まれてることじゃないですかっていう感じなんですけども、なんとなくご自身では確かに恵まれてるんだけど、でも本当に他者に自分は理解されてるかどうかわからないし、他人は自分のことを本当はどう見てるかわからないしっていうところで、喜びやこの状況っていうものを喜びきらないみたいな感じがあるので、今宇宙から言われているのは、その 100% 何かが満足とか自分の望むような形じゃなかったとしても、十分仕事も人間関係も恵まれてますよっていう感じで言われてます。でそうかもしれないなっていう視点で考えた時に、よかったら自分からチャレンジしてみてくださいと。人間関係において、例えば誰かとの関係を始めたいとか、アプローチしたいとか、申し出したい、一緒にやりませんかでもいいかもしれないし、そういったものを自分から行動を起こしていってもいいですよっていうふうに言われてます。なぜならチャンスがあるからっていう感じですね、これは。はい、そんな感じですけど、いかがでしょうか、双子座の皆さん。もし何かしら分かりました、通じましたよっていう方は、いいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。では最後にもう一枚オラクルカードを引いてみましょう。このカードが飛び出してきたので、これじゃないでしょうか。このカードを見て何かしら感じることがあれば、皆さんもぜひ自分の直感でメッセージ受け取ってみてください。神降臨って感じのねカードですよね。愛とか想像性が今現れてきてますよってことなので、十分あるんですよね、本当はその力。自分でそれをどうやって使っていいか分かんないと思うかもしれないけど、さっき仕事で見ても人間関係で見てもすごく恵まれている。でその一つの恵まれているという基準が分からないかもしれませんが、一つの目安としては、これまで自分が精一杯やったこととか、もう無理って思うまでできたっていうこと自体が幸せじゃないですかって感じがします。どんな境界線を越えたのかとか、どんな限界を自分で感じたのかっていうのもね、よかったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。それを超えた、もしくはそれを感じるまでできたっていうことが素晴らしいことですよって感じがしました。はい、ということで今回もありがとうございました。次回また3月2日までにアップしたいと思います。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。